ティラノデジョンです。今回の BVS ウォーグマンガーズというクランですね。この対戦はね、なんとね、すごいことになっておりまして、期間限定ユニットがね、使えるということでね、ハロウィンで新しく登場した4種類を対戦でも実際に使えるということで、新しい戦術とかもね、いろいろ見れるんじゃないかなと思います。というわけでね、その辺も注目しながら早速やっていきましょう。先行ナビの方から額60ですね。60天才のラバルーンラッシュ。まずはジャイからのキングを展開していきました。さあ、天才の方はまだ打たずにですね。打ってきました。まずは2時のところ対空砲。もう1本折れるようなライトニングの数になってますね。さあ、ここからジャイクイーンも展開していって、ヒーローパートから始めていきましたね。ライトニングはどこに打っていくのか。スケルトンはとりあえずここに打っていきました。さあ、いいフィスト。第1クロスを追ってイーグル砲の方に吸い寄せられつつ、キックインの方も処理していきました。さあ、まずは援軍処理というところをね、安全にやっていくような形ですね。援軍の方はかなり細かい援軍がやってまいりました。ポイズンの方でストライカーを止めていきつつ、戻っていった。さあ、細かい援軍もここでポイズン軽くかかってほしいんですが、ストライカーを往復してる間に処理ができました。ここはクイーンクローク。イーグルとかも残っていきましたね。さあ、コウモリを置いてから、なるほど。ダメージを緩和させつつ一気の。で、中心部にこれは、真ん中の方まで進めていく流れですね。うまい。さあ、ここから止めていって、ライトニングで折って、中心部で解放ができると。最初に全部折るんじゃなくて、こういうね、折り方をしてあげることで、ある程度中心部で、このラバルーンをね、誘導しつつ、真ん中でトムが打てるという形ですね。バカ強い。さあ、そしてロイヤルチャンピオン区画も進んでいきつつ、なんだこの伸びは。えぐすぎる。さあ、ロイヤルチャンピオンがまだ手元にある状況で、押せちゃいそうですね。昨日はね、ライトニング、昨日じゃないかな。ライトニングをね、先に全部打っていく形を紹介したんですが、こうやって後で打っていくことをすることによって、このラバルーンが中心部までね、進んでから、トームが打てたりとか、ある程度ね、真ん中の方まで誘導ができて、流れない形を作ることができるという形ですね。ラスト対空砲1本を残しておくことで、誘導もしやすいという形です。さあ、最終的にはロイヤルチャンピオンも残っていって圧倒的全開ですね。さあ、ブーメランだけ飛ばしてフィニッシュです。強すぎる。とんでもないぶっ壊れ戦術ですね。さあ、クラウス背景買ったんですね。対戦用背景。さあ、90の、ラバルーンですね。さあ、ベビドラを展開してからキングクイーンと置いていって、ライトニングで対空砲1、2と、3本全部折りましたね。今回は先に全部折っていくスタイルで入っていきました。ウォールブレーカーまで入れつつ、折ってしまうと、さっきのようにね、内側で誘導するみたいなことはできないんですが、サイドカットできなかったので、これタウンホールの方にはでも突撃艦で見てんのかな？来ましたね。えぐい量の突。ヒーローで対空砲も折れて4本ね、全部折れました。そしてここで一機の突撃艦と、クイーンの方も黒く打って。さあ、援軍はスーパードラゴンとスーパーウィザード出てきましたね。このラバルーン対策ということで入れてるんだと思うんですが、ちょっとね、ヒーローの方に当たってしまったので、あんまり効果はなく、むしろ簡単に処理ができました。さあ、イエティの方でタウンホールケアをしていきつつ、この軍隊のようなラバルーンで推し進めていきます。さあ、ロイヤルチャンピオンもここから混ぜていって、クイーンの処理をロイちゃんの方で試みていくような流れですね。エアスイーパー止めていくことで進行の方をね、早めていきたいんですが、折れるかどうか。ラバルーンもね、ちょくちょく落ちつつ、エアスイーパーはここで折ることができました。終点が結構火力も高い位置になってくるので、ここはブーメランから入っていく。マルチ IT の横打ち全然怖くないですね。ストライカーとかは持ってきてすらないですね。ここでロイちゃんが捕まっていくんですが、あとは数で押せるかどうかというところをモノリスの上にラバルーン進んできまして、ダメージが強すぎる。あとはウォーデンパピーで押せるかどうかという形なんですが、ディギーが混じってますね。とりあえずウィズトが相当強いです、パピーに対して。ただ、ここでディギーが入っ
て、落としていく。あとは数でご利用しつつ、マルチ IT がどれほど機能するかってところですね。先にマルチを打つかどうかで、ウォーデンのね、順番によってこれかなり結果が変わりそうなんですけど、クラン城から行きそうかな。クラン城から行ったことで、パピーがどんどん溶けていく。さあ、ようやくマルチ IT は、ウォーデンの方ターゲット取り始めて、まあ、とはいえ HP が結構、シビアですね。さあ、マルチ IT の方も HP 残りつつ、ウォーデンとの勝負どうだ。うおー、さあ、なんと防衛が取れました。かなりギリギリでしたね。さあ、シンセ、ここはスーパーホグです。ラバルーンも一体入れながらという形。うん、これ強いんすよね。多分タウントツだと思うんですけど、これガチで強いです。まあ、バルーン展開しつつ、ここで突撃艦をタウンホールに向けて撃っていく。ただ、タウンホールはね、インビジブルタワーもあるんで、さあ、フリーズレイジ。ただ、ここはトルネードとかでいろいろタウンホールの方がケアしなきゃいけないんで、追いのフリーズ。うん。ああ、ルソボとかもあれた。うん。さあ、アーチャーで援軍を寄せていきます。スーパーホグもね、普通に強いです。あ、スーパーホグじゃねえわ。ホグウィザードか。ホグウィザードも普通に強いですからね。もうこういうスーパーユニットではもう普通にこのハロウィンユニットって。援軍処理安全ですね。おー、ホグウィザードがサイドカット用に飛んできました。早い。火力高いね、やっぱり。壁越しに攻撃できるし。火力高っ。こういうところもね、範囲だ、スーパーホグとかね、通常ホグだとね、殴られてしまうんですけど、まあ、大工がかかってたのでね、ここは余力で折ることはできませんでしたが。縦ユニットはもうアイゴレキングぐらいしか使えるのはいないですね。さあ、ここからアイゴレウィザード、キング展開、ストライカー3体まで添えていく。どこだ、ウィザード。来ました、来ました、来ました。二次面一気のラッシュをレイジトームと共にかけていきます。すごいね。ダブルレイジを放っています。外周部の投石っていうところも、レイジに乗っけて一瞬火力で飛ばしていく。ホグライダー系のユニットだとね、一番火力が高いので、強いな、これ。さあ、スケルトの呪文も置きつつヒールも置いて。強いな。ホグ強いな。こうやって見ると普通にラバルーンだけじゃなくて、ホグライダーも強いですね。ホグビザードか。ホグビザードも相当強いですね、これ。強。火力高いし、進軍速度もね。あと、通常のホグって施設までしっかり行くんですけど、射程が長いので、施設に届かなくてもいいんですよね。はいじゃねえや。ホグライダーっていちいち施設から施設までね、しっかり殴られながら進むんですけど、これね、射程が長いおかげでね、最短距離でトゥントゥントゥンって進めるのがマジで強いね。さあ、ここは普通の編成ですね。スーパーボーラー。クエイク型だ。さあ、まあ、お出ひを進めていってというところ。まあ、回廊人だったので、まあ、特にハロウィンイベントのね、ユニットたちがうまく刺さるような使い方ができないと判断したのかな。通常のウォールブレーカーが10枚入ってます。なるほど。さあ、一気にクエイクドッカーン開けて、道はすでに作られました。まあ、せっかくね、クエイクでダメージも与えられるので、まあ、大工がかかってる分、進軍は結構ギリギリまで貯めてあげてもよかったかもしれないですね。さあ、ここはレイジを置いて、オーデン、せかしていきます。さあ、通常ウォールブレーカー、穴開けをしていく。めっちゃ出す。キングはやることなくて壁を殴ってますがここからウォールブレーカー来ていきますが、ちょっともったいないような感じのものがたくさんあるな。キングがちょっと腐ってますね。こうして壁を繋いでおく。おお、ランチャーなんだこれ。さあ、アイゴレよりも先にエレクトロタイタンが突っ込んでいってモノリスのターゲットを受けている。さあ、レイジトームまで行っちゃうのかな。そしたら、エレクトロタイタン入れた意味がなくなっている。さあ、レイジかけつつ、
ここもスーパーウィザード出てきてますね。まあ、かなり、スーパーウィザードとスーパードラゴンということで、ラバルーンを意識した防衛援軍が入ってますね。まあ、こういった編成に、からすると、カモ援軍になってしまうんですけど、まあ、ラバルーンが来た時にかなり対応できる防衛援軍っていうのを入れてる形かな。まあ、メタ的にかなり今、ラバルーンが非常に強いですし、配置のロックもかかっちゃうんで、すぐにね、対策した配置っていうのは出せないですからね。クロークとロイヤルチャンピオンの能力を解放しつつ、大会シーンとかでも使えるってなってくるとね、相当メタも変わって、まあ、世界大会では使えないですからね、当たり前ですけど。まあ、ちょっと今の環境と違うものをね、いきなり触らなきゃいけないっていうのも、かわいそうなところか、新鮮味があって楽しいのか、僕は楽しいなって思っちゃうタイプなんですけど。74% 普通に防衛ですね。うん。普通に回廊人の強いところが出たかなと思います。まあ、新しいユニットが出たからといって使わなきゃいけないっていうルールも全くないですからね。さあ、ライトニング9発型のラバルーン。星さんもね、この編成結構回してるみたいなんでね。どういう風に使い打ってくるのか。まあ、額みたいな感じで途中でライトニング最後決めてくのかな。2発だけ先落としそう。さあ、3時と12時追って、クイーンの方で6時展開していきます。ボマーセットしてますね。さあ、ここからキングを使って、マルチ IT の方を狙っていくようなイメージですかね。ベビードラも使って、縦ユニット一切ないんでね、この辺のヒーローの HP、来ました来ました。なるほどね。対空砲がね、まだ9時に残ってますからね。タウンホール起動していきまして、レイジトーム。ここは対空砲はここで追っていく。タウンホール一瞬で消えましたね。これ強いな、それ。そのやり方めっちゃ強いな。これやばいな。これやばいな。これやばいな。余裕がすぎるな。そのやり方めっちゃ強いな。タウンホールの方までね、真ん中進めていって、いきなりタウンホールからレイジートームドッカーンってできちゃう。こんな、これは強すぎる。ちょっとこれは、やりすぎだな。止まんねえよ、こんなん。圧倒的すぎてもう、解説不可能です。今のやり方がね、一番いいかな。ガチで強い。さあ、スーパーボーラー編成ですね。まあ、ラバルーン編成どうしたらいいかわからない人っていうのね、多分、もう僕も含めてね、たくさんいると思うんで、対空砲いきなり撃たれていく。ガクも背景買ったんですね、メダル。リターン型のスーパーボーラー編成です。いやー、今の見ちゃうともう、守れる編成ないでしょって思っちゃう配置か。もう本当に対策しないといけないですね。対空砲3本追って、1本だけ残して反対から進んでいくんだけど、ガクとはちょっと違った形でしたね。ボマー型にして、タウンホールを起動させつつ、その辺までいい感じに進んだ時にいきなり対空砲ぶっ壊して、レイジトームドッカンと。どうしようもないっすね、あんなん。当たり前だけどね、ラバルーン対策をした配置っていうのはね、用意されてないですからね。しばらくハロウィン時期がね、終わるまでは、対策配置は新しく作られそういった環境になるのかなと思います。さあ、援軍に関してはここもスーパードラゴンが入ってます。いろいろ試してる途中かもしれないですね。ラバルーン編成を相手がしてきた場合は、このスーパードラゴンと、スーパーウィザードっていうのが機能するんじゃないだろうかっていうような読みでね、防衛援軍設定してるとは思うんですけど、ちょっとやばすぎますね。もうなんか、スーパーボーラーの破壊力みたいなのはもう一切、すごいなんかちっちゃく見えるわ、もうスーパーボーラーの破壊力なんて。もっとすごい破壊力を知ってしまったからね。もう麻薬のようなもんですよ。大変だ。さ
さあ、ここはブーメランぶっ飛ばしていきつつ、押せるか、クロスボウのところまで。スーパーボーラーは、ここで、HP もそんなに高くなく、巨爆もヒット。クロスボウの HP 自体もね、結構低いので、そこまで落とせてればね、ロイヤルチャンピオンももう少し生きたかなというところ、外周部のテスラもこの辺のね、細かいユニット焼いてますね。普通に防衛して普通に全開取ってて、相当いい運びですね。こういうなんだろう、強いユニットを、本格的にユニット使いが上手い人たちが扱うと、たまんないですね。シンセのね、久しぶりの、なんかホグウィザード編成っていうところで、前回も見れましたし、なんかその辺でもホグウィザード採用してんのがなんかシンセっぽいね。さあ、ラバルーン。ここも 9-0 ですね、カズマくん。あれ見ちゃうと確かにな。とりあえず3本おるんだと思うんですけど、対空砲の周りに防衛施設置きたくないね、こうなると。アーチャータワーとか置きたくないね。3、6、9で追って、タウンホールからドッカン行って反対サイドで折るとかあるのかな。ここは、3時の対空砲はラバルーン単体で降りに行って突撃艦を刺していく。このやり方ほんと強いんですよね。タウンケアも安全できつつ、ヒーロー、あれこれライトニング9発だよね。余るけど、その使い方すると。これ、余るけど、その、ライトニングもう、いらないでしょ。普通にスーサイドから入っていきましたね。さあ、12時天才追って、どうすんのこれ、ライトニング。エアスイでも追っとく。クイーンクローク、防衛クイーンと当たりつつ、真ん中打ったね。大工かな。なるほど。さあ、ここからダマで作って、走っていきます。走っていって、走っていって、ここら辺でライトニングを打っていくかな。レイジトーム破壊していく。ちょっと進みすぎたんで、投石に向かうバルーンができてないですが、ここでパピーが追っていく。このやり方ほんと強いな。さあ、モノリスの方も、パピーの数で押していきそう。アイゴリのフリーズかなこれは。えぐ。さあ、これも、ロイヤルチャンピオンが手元に残ったまま、進んでいくんですが、この辺一応フリーズ打っとくか、みたいなポジションですよね。強いな、これ。やばいな。ハロウィンイベント俺だけ使いてー。このまま一生。異世界転生したみたいな感じある。ハロウィンイベントのユニット持って、通常の対戦に参加するという。ちょっと強すぎますね。対戦相手もここは、ホグウィザード編成ですね。タウンホールを多分スニゴブで潰していくような流れかな。ビッグベイルは配信者ですね。インビジブルタワーの解除できたね。からのここはインブ使わずに、突破していきました。上の方でスニゴブ使ってウォールブレーカー。上からランチャー使って、見習いオーデン使って一気にドッカン行く形かな。援軍の方もね、スーパードラゴンっていうのが結構多分相手目線もわかると思うんで、全部これスーパードラゴン入ってるなってわかると思うんでね。それが分かったら結構、このラバルーンも使いづらいかなっていう感じは確かにある。ただモノリスから撃たれまくってますけど、トームとか金がそういう動きをするんだ。ここでフリーズ。ヒーローをどこまで伸ばせるか。インビジブル使っていって、ポイズンでこれは溶けていきましたね、スーパードラゴン。レイジを置いていきました。クエイクとかも入ってますね。ヒーロー強いな。そこから行くんだ。
10時のところからスタートしていきました。投石のターゲットとかね、内側で取れてるし。さあ、ここはクイーンクローク、真ん中両投石まで折れて、ヒーローパートはすごい伸びてますね。さあ、ここで1枚目のヒールを打っていきます。通常のホグよりはね、HP 低いですからね。さあ、トームを温存してるので、ここで一気のレイジトームかな。さあ、ヒールなんだ。ストライカーは手元にあるんですが、まだ出さず。ここでトームをかけていきます。そして追加のレイジ。さあ、ストライカーもここ入っていきました。インビジブルタワーがね、ここでね、解除できないので、現れて、まあ、フリーズ打って、強そう。相当強そう。うん。さあ、あとは、ロイヤルチャンピオン、押せですね。マルチ IT、ここ1回ディギーが固めていって、火力の高いスーパー、ホグウィザードだね。スーパーホグだろ、こんなん。スーパーだよ、もう。やってることスーパーだってこんなん。強いねー。さあ、そしてブーメランフィニッシュ。いや、ホグウィザードも相当強いな、これ。ヒーローパートもね、非常によく伸びてくれたし。スーパーホグラッシュよりも圧倒的になんかこのホグウィザードラッシュの方が破壊力あるような気がする。まあ、破壊力はそりゃそうだって感じなんだけど。トップ力あったね。この編成も強いね。あれあれ対戦相手はこれが2本目の 99% ですかね。さあ、クラウス、ラバルーンですが、ライトニングが2発のみ。そして、ババーチャーが入ってますね。ちょっと変わったやり方で攻めていきそうですが。まずは外周でキングの処理をしてエアスイを折りましたね。ツニゴブをカットしています。うん。対空砲を、ここはまず、落としていく。そしてババーチャーも使ってサイドカットを上の方やっています。スケルトンの呪文。で、対空砲の周りを削ったので、ババーチャーで対空砲を折れるような準備ができている。うまいね。もう一回多分ババーチャー出して対空砲、2時の対空砲だね。折れる状況にすると思います。3時の対空砲のところはキングの方が入ってきました。クイーンはクローク、相手のロイちゃんクイーンと両方処理することができてます。強い。フィスト使って投石の方まで。ババーチャーそろそろ、折れる準備だけしといてってことか。なるほど、なるほど。突撃艦も一気に添えつつ、トームで撃っていって、そろそろ、ババーチャー来ましたね。対空砲を追っていって、この形ですね。対空砲最初から折らないんで、ちょっと残しとく。そして残してあったここ、ラバルーンをピンポイントで防衛施設に当てていく。フリーズもまだ5発ある。いやー、通常の天才型よりもかなり丁寧にね、プランを組んでる分、かなり綺麗なラバルーン編成になっております。非常に強い。手元にユニットも大量に残りつつ、ロイヤルチャンピオンも使わないですね。やばすぎる。これさ、おしさんもガクも、カスくんもでクラウスも、ロイちゃん使わなくて全員全開取れたね。いやー、強すぎるなー。強すぎるし、扱いが上手すぎるし、適応が早すぎるね、みんな。さあ、ビッグベイル、新しいユニットは、ホグウィザードとババーチャーが入っておりますの、空飛のホグホグ。僕もね、これ試したんですけどね、強かったっすね、まあ普通に。美味しいな、援軍。美味しいな、この援軍。こいつは。ちょっと遅れたね。ホーミングヒットちょっと痛いですね。さあ、ホーミング引っこ抜き、オイで出していきます。ここからシューターセットですが、1クロスの竹反対側も取れましたね、これで。ホーミングがどんどん当たっていく。クイヒールートは読まれてますよ。結構こういうクイヒやってくる人、相手多いからね。
さあ、これでシューターへアーチャータワーが降り注ぐ形になりましたが、なんとかここは燃焼ダメージで溶けていく。さらにホーミングすごいな。さあ、そうするとシューターの方に第1クロスのダメージが入っていく。ヒーラーをね、どかどか落としてったことでこれが成り立ってますね。さあ、クイーンは黒く打ちつつ、3時からホグパートがスタートしていきました。まだスーパーホグだけ。ここから、ウィザードの方もね、追加されましたね。ホグウィザードからの一気のトーム。巨爆もすごいな。罠の、強烈な罠が置かれてます。さあ、レイジも来つつ。さあ、ホグウィザード、本領発揮。通常のホグよりも射程が長いので、まあ、ロイちゃんもそうなんだけど、盾となるね、ユニットとしてスーパーホグを採用して、後ろから火力の高いロイヤルチャンピオンとホグウィザードで殴っていくっていう役割分担なんですけど、今回はちょっとクイヒーの方もきつくなったし、ホグの方もね、外周部相当巨爆とか置いてありましたね。これね。溶けてってますね。まあ、防衛援軍がね、結構スーパードラゴンとスーパーウィザード入ってるので、その辺のケアができないラバルーン編成ってやっぱちょっと、ケアできるやり方じゃないとやりづらいですよね。あの援軍が入ってるの分かってたら。牽制にもなるかな。ラバルーン使うなよという牽制には十分なってますね。ただ、残った施設はかなり少なく、かなりのね、伸びはしてきたんですが、相手はこれで10点かな。一応99はね、2本ほどあったんですけど、前回は1本も取れず、対してナビの方は5前回、しかも全てが圧倒的ということで、まあ最近ちょっとね、不調だったのも嘘のように、強すぎるな。まあシンプルにクラクラが楽しくできるようなアップデートにはなってると思うんでね、結構みんな楽しんでるんじゃないかな。さあ、96% です。はい、というわけでね、終了しました。15対10。内容としてはとんでもない圧倒的勝利ですね。いやー、ちょっとこの人たちに、こんな強いユニット渡しちゃダメですよ。4人がね、ラバルーン編成をやって、全員がロイヤルチャンピオンをお返ししますぐらいの勢いで全開を取ってたので、ちょっとね、止めらんないっすね。普通の配置じゃ。まあ、逆に言うとね、僕らもね、こうすればいいんだみたいなのがね、このアタックたちから学べたと思います。まあ、ライトニングをね、最初に全部打つんじゃなくて、途中で打っていくことで、中央までね、このラバルーンの誘導ができるっていうところ。これ、いいっすね。非常に強い。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェアしてもらったでしょう。さよなら。